まずはエギをちょっと垂らしは少し長めに取るかぐらいで引っかぶってキャストします。でキャストして着水したらちょっと竿を上げながら巻いて、そこからゆっくりと竿を置いていきます。そうすることでエギとそのライン P ラインっていうのが自分まっすぐ一直線になるんで、直線になりますね、ほぼ。でちょっと右から猫風なんですけど、ここからエギを、ここ浅いんで、もう浅いエリアっていうのはもうこの調子で打ってあげると綺麗に横にダーッとしてます。スッ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 と出します。でそこに大きな絞りがあるんで、ちょっと前が邪魔ですね。根がかりです。この周りですね。絞りの部分はこう刻む。これで細かいです。で前にゆっくりゆっくりこう巻いてあげて移動させてくるのもありです。浅い場所なんかはこうすることで根がかりしない、まっすぐゆっくりと、これ後ろから抱いてきますんで、でスッと張って少し下基本動作ですね。エギはやっぱその近くに近寄せすぎると最後ついてきた時に食わせる間がないんで、もしここにパッとついてきたとするじゃないですか。ついてきた時にはさっと後ろに下がりだしたんであればもうすぐにこう回収して、ちょうどイカのちょい後ろ横ぐらいにキャストしてあげて、これをフリーで落とす。フリーですね。そうするとこのフリーで落ちていく時にもう勢いよく向きを変えてそのままエギにアタックしていくんで、このフリーで落としてる時にポンと食うことが多いんで、ラインにしっかりと当たるようにサイトでついてきたイカはこうやって釣ってあげると、ずーっとねエギを見せ続けるとやっぱりこう釣れてきちゃうんで見切られるんですよね。そこはやっぱ気をつけた方がいいですね。あといつも僕が言ってる方法があるんですけど、先手でエギをこう動かしていく。これはちょっとね面白いんで動画ぜひとも見ていただきたいんですけど、これきっと絶対に役に立つ台の潮目なんですよね。ぬぼっと押してるなって感じがあったんですけど、綺麗に仕上げていきました。まあ右の方にもキャストします。ついたら巻いてあげて、ゆっくり張られるかな張られかないかなっていうところで風上に竿を向けて落としていくと綺麗にラインがまっすぐになります。でラインのこの接点を見ておいてあげるとずーっとこう出ていくんで、出ていきますね。ゆっくり落ちてゆっくり落ちてます。ゆっくり落ちてます。ゆっくり落ちてます。これがふわっとたわむ時がこれそこですね。うわーっとたわんで接点が動かなくなりましたね。わかりました。もう一回やりますよ。上に上げますよね。思いっきりで、ちょっとはい接点動くよ。接点がいきますよ。出てくださいね。はい、これそこですね。わかりました。明らかに止まったの分かりました。でもう一回やりますからね。接点が動きますからね。接点、水との接点です。はい、まだですね、まだいけない。これ止まりましたね。ふわっとラインが緩みました。これが底です。これ一つの簡単な底取りの見方ですね。で、それが分かると底付近まででいいと思います。あとはこの釣れ方にはずっとこうやってラインテンションをピーンと張ってると、エギっていうのはちょっと見といてくださいね。エギっていうのはピーンと張ってると、胃がついてきましたね。ピーンと張ってるとゆっくり落ちるんですよ。わかります？で緩めると、だからこうピーンと張ってて、こう張ってますよね。張ってて緩めるとこの緩めて落ちていくときにイカはと思って追っていって触ることが多いんで、これを沖で繰り返してあげるのも手なんですよ。だからしゃくった後に、単純にしゃくった後にこうピーンとこう待って止まってるだけではないということで、
これで塩を噛むとずっと重さ感じたりいろいろするんですけど、この状態の時に貼りますよね。で貼ってますよね。これちょっとこの前に抜いてあげたり、スーッと振り、また持ち上げたと思ったらゆっくり巻いてきてあげたり、これいいです。ゆっくりゆっくりこうネギ緑でもらったからしゃくって、その後にこの状態で、この時にペコ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 こう力入れる、こういう動きはあんま良くないです。これがあんまり良くないです。これって結局のところエギでなぜダメなのかって、こういう動きが良くないんですよ。イカ逃げちゃうんですよね。ということはどういうことかというと、ロッドティップにテンション重みが加わったり緩まったり加わったり緩まったりするのがやっぱりその食わせの間を取るために沖ですごく大事で必要ダメなことなんで、いっそのことそうだったらこう緩めてしまう方がいいですね。いっそのこと緩めてあげるとそのままスッとで、こんだけ風がないとこうピーンと張っててもいい感じで暮らしますね。この時に食ってきますね。でイカは基本的にはそのしゃくってパンパンパンと巻いてる時に食ってくるのではなくって、落ちてる時に食ってくるんで、そこもしっかりと頭に入れてしゃくった後の動作に気をつけてください。まずはキャストしますよね。で風があるんでちょっと巻いてあげて、で風上をしながらゆっくり巻きながら落としていって、ここで水面にピーラーをつける。そして設定を見ながら底を把握する。設定をいきますね。ずっと進んで、はい、そこですね。はい、そこですね。これショートジャークのこういうジャークできない場合なんかは巻いてあげて、両手でまた巻きながら下ろしてあげて、巻きながら下ろしてあげて、巻きながら下ろしてあげて、ちょっとたるませてパンと張るような感じですね。巻きながら下ろしてあげて、巻きながら下ろしてあげて、これでも全然いいです。エギはしっかりと動くんで、ちょっと柔らかいさね。でピークの場合はやっぱりエギを動かしたいんで、キャストします。飛びますね。でこれだけ浅いとそこまで落とさないといけないかっていうとそうでもないんですよ。だから少し待って、そこまでもう大体これ2メーター半そんなもんなんですよね。だからもうかけてあげたらいいし、当てでもいいし、スイッチしてあげてもいいし、栗でもちょっとキュッキュッというアクションも入れながら、このね大事なのはこうやってしゃくってあげて、この食わせる間を取るタイミングが大事ですね。持ってきたとして今食わせるっていう時のこの食わせの間を取るタイミングが、先ほど言ってたみたいにテンションを張りながらか、そこからまたちょっと緩めてあげるとかで食ってくると合わせる。で今ちょっとドラグ緩めにします。秋は別に構わないんで緩くで合わして、そのままロッドを立ててそのまま巻いてきてあげる。変に竿を下ろしたりするんじゃなくて、ロッドを立てた状態でロッドを曲げた状態でそのままずーっと同じ調子で巻いてきてあげる。これが非常に大事です。抜き上げはちょっと注意が必要ですね。抜き上げる時って基本的にはその竿をもう持ち上げてきた時にこうなったらダメなんですよ。竿はこういう角度で竿って曲げれないんですよ。竿は基本的にはこういう角度で曲げるもんなんですよね。もう抜き上げる時はもう目いっぱいまで下まで巻き取っ
といて、それでこういう状態に向き上げるんですけど、この時に竿は上まで立てない。立てた場合はもうイカの重さで竿が折れることにつながるんで、ここだけ十分注意してください。わかりましたか？ OK。アキイカの基本的な、初歩的な、本当に基本的なことですね。やりました。I'm not the girl that I used to be. Sometimes I'm more than words. I'm beyond what I once was. I don't believe in love. Hey, hey. If I want something, I got it. Hey, hey. Oh, baby, I don't need love me. Hey, hey. Cause your love, I cannot buy it. Wasn't real with you, boy. Real, wasn't real with you, boy. You won't give me too much chances. I don't care if I am fancy brighter. Yeah, yeah, oh, boy.